こんにちは。私の日本語ポッドキャストへようこそ。このチャンネルでは日常生活でよく使う日本語や日本の文化を紹介します。日本人の話す自然な日本語をたくさん聞いてください。この動画には字幕をつけていません。もし字幕をつけたいときは YouTube の設定ボタンを押してください。今回は雨の日に使う言葉を紹介します。日本語には雨についての言葉がたくさんあります。でも日常会話で使う言葉は割と決まっています。私は皆さんに知ってほしい日本語を紹介します。まずは霧雨。霧雨はかなり細かい雨のことです。雨が細かすぎて降っているのに気づかないことがあります。小雨、小雨、小雨ではなくて小雨と言います。小雨はちょっとだけ雨が降っているときに使います。小雨は雨の量は少ないですが、霧雨よりは多いです。小雨の時、少しだけ歩くなら傘はいらないです。でもずっと外にいれば雨で髪や服は濡れてしまいます。小雨は次のように使います。会話例。親子で話しています。子供は出かけようとしています。行ってきます。行ってらっしゃい。雨降ってるから傘忘れないで。小雨だし大丈夫。でも濡れて風邪ひいたら大変だから持って行って。行ってきます。行ってらっしゃい。雨降ってるから傘忘れないで。小雨だし大丈夫。でも濡れて風邪ひいたら大変だから持って行って。この会話の意味はわかりますか？ちょっと説明します。日本語では特に仲の良い人と話すときは主語、目的語、助詞を言わないことが多いです。雨降ってるから傘忘れないで。丁寧な言い方は雨が降っているので傘を持っていくのを忘れないでくださいです。母親は子供に傘を持って行った方がいいと言っています。小雨だし大丈夫。丁寧な言い方は小雨なので傘を持っていかなくても大丈夫です。子供は雨の量が少ないから傘はいらないと言っています。でも濡れて風邪ひいたら大変だから持って行って。丁寧な言い方はですけど雨が降って体が濡れて風邪をひいてしまったら大変です。ですから傘を持って行ってください。ちなみに小雨のことを弱い雨とか雨が弱いという時もあります。小さい雨、少ない雨とは言いません。例えば、雨降ってきたね。弱いからすぐ止むんじゃない？雨が降ってきたけど、雨の量が少ないのですぐに止みそうだという意味です。雨の話をしていると分かっているので、弱いという言葉だけ使います。少ない雨という言葉を使うことはほとんどありませんが、
雨が少ないという言い方をすることがよくあります。雨が少ないは雨の日が少ないという意味です。雨の量が少ないという意味です。最近雨が少ないね。今年は去年より雨が少ないですね。こんな風に使います。実際に日本では今年の梅雨は雨が少なかったです。日本では今年の梅雨、雨の日が少なかったです。大雨。大雨は雨がたくさん降る様子を表す言葉です。大雨はたくさん雨が降るので、雨の音が大きいです。少しの時間でも外に出ただけで、髪や服や荷物が濡れてしまいます。大雨の時は傘をささないと体が濡れてしまいます。大雨になると洪水が起きたり、土砂崩れが起こることもあります。会話例。昨日の夜中、大雨降ったよね。そうなの？寝てたから気づかなかった。昨日の夜中、大雨降ったよね。そうなの？寝てたから気づかなかった。丁寧な言い方。昨日の夜中に大雨が降りましたよね。そうなんですか？寝ていたので気づきませんでした。今度の日曜日は大雨らしいよ。嘘。登山に行こうと思ってたのに。今度の日曜日は大雨らしいよ。嘘。登山に行こうと思っていたのに。丁寧な言い方。今度の日曜日は大雨らしいですよ。本当ですか？私登山に行こうと思ってたんですよ。今度の日曜日は大雨らしいですよ。本当ですか？私登山に行こうと思っていたんですよ。土砂降り。土砂降り。土砂降りは激しく雨が降る様子を表す言葉です。滝のように雨が降る様子を土砂降りと言います。土砂降りの時は前が見えないくらい雨が降ります。土砂降りの時に外に出ればすぐに体が濡れてしまいます。傘をさしても体が濡れてしまいます。土砂降りの時に外に出るとシャワーを浴びた時と同じようになります。土砂降りの時に外に出るとシャワーを浴びたように濡れてしまいます。大雨も土砂降りも雨の量がかなり多いことを表す言葉です。でも使い方が少し違います。大雨は雨の量が多いということを言いたいときに使います。土砂降りは雨の降り方がとても激しいということを言いたいときに使います。大雨だけど土砂降りというわけでもないっていう時もありますね。ちなみに土砂降りが降るとは言いません。昨日は土砂降りだった。今日は土砂降りだ。今日は雨降るの？天気予報だと夕方から雨だって。土砂降りみたいよ。こんな風に使います。たくさんの雨が降っている時に大雨、土砂降りという言葉を使いますが、すごい雨、ひどい雨、強い雨、雨が強いという言い方もします。
日本人は会話でたくさん雨が降っているとは言わないですね。人によって言うかもしれないですけど、あんまり聞かないです。たくさん雨が降っている。これは文法は合っています。でも、あまりそういう言い方はしません。例えば、外の様子を見て、すごい雨だね。雨が強いですね。そんな風に言います。昨日はひどい雨だった。明日は雨が強いらしいから気をつけてください。週末は雨がすごいらしいよ。こんな風に言います。皆さんは日本語のオノマトペを勉強していますか？オノマトペは動物の声、自然の音、様子などを言葉で表したものです。日本語には雨についてのオノマトペがあります。いくつかあるんですけど、その中でも日常会話でよく使うオノマトペを紹介します。小雨の時に使うオノマトペ。ポツポツ、ポツポツ。例えば、雨がポツポツ降ってきたね。これは小雨が降り始めたという意味です。ポツポツは弱い雨を表す言葉です。大雨の時に使うオノマトペ。ザーザー。雨がザーザー降っている。ザーザーは強い雨が降っている時に使います。大雨のことをザーザー降りという時もあります。ザーザー降り。例えば、昨日の夜雨降ってたね。そうなの？気づかなかった。ザーザー降りだったよ。気づかなかったの？こんな風に使います。他にも雨についてのオノマトペはあるんですけど、しとしとっていうのがあるんですけど、雨が静かに降る様子を表す言葉ですね。しとしとはね、あんまり使わないですね。小説とかで見たりする言葉ですけど、会話ではあんまり使わないですね。ということで、今回はここまでにします。最後まで聞いてくださってありがとうございました。コメントやチャンネル登録をしてくださると励みになります。それでは今日も良い一日をお過ごしください。